はい、こんにちは。今、社会で求められている、そしてほとんどの人が使えていない貴重な知識、デザインを正しく学ぶための YouTube、雄一郎デザインカレッジ、今回も始めたいと思います。タイトルにある9割の人が間違っている本当のデザインの使い方ということで、前回は簡単にですね、これからの世の中にデザインが必要な理由、知らないと価値が上がらない、すなわち収入が上がらないみたいなことをお話ししたんですが、今回はもうそもそもデザインって何っていうことを最も根本的なお話をできればと思っております。デザインで自分の価値を上げるには、デザインの意味を正しく理解しようという回です。はい。ではですね、そもそも、デザインって何ですかっていう質問に対して、皆さんどう答えるでしょうか。少し考えていただきたいんですけども、ひとまず、日本人の多くが使っているデザインっていうのはこういうことでしょう。色と形。専門的には衣装とか言ったりしますね。僕ら広告の業界、言ってみればデザインのプロたちがいる場でも同じように使われることが多いですね。案件の打ち合わせなんかで、デザイン的な修正がありますとか、次はデザイン面での提案をしますとか、企画とか構成とか、実装とかとは切り分けて、対象の色とか形をきれいに表現していくフェーズをデザインするって言っちゃってるケースがむちゃくちゃ多いんですね。でも、ですね、デザインの意味、使い方、これ違います。いろんな言い方はあると思うんですが、デザインとは、に対する自分の答えとしては、ちょっと長いんですが、対象を観察し、問題を発見し、問題の本質を掘り下げ、解決のための設計を行い、設計に基づいた表現を作り上げ、問題を解決に導くこと。むちゃくちゃ長すぎるんで、これ、どうやって覚えたらいいんかって別に覚える必要ないんですけども、デザイナーの方っていうのはいろんなところでこういう質問の答えとかをね、見たり聞いたりすることが多いとは思うんですが、さっきの答えざっくり言うと、考察設計と、表現っていう2つになるんですね。この2つはね、こう言い換えられます。1つは狭い意味でのデザイン。もう1つは広い意味でのデザイン。狭い意味でのデザインというのは、最初に述べた色と形とか衣装とか表現や、スタイリングといったですね、いわゆる、目に見えるような状態に作り上げること。当然、ただ機械的にオペレーションすることを指すわけではないですよ。しっかり意図を把握して制作して、表現に落とし込むこと。これを狭い意味でのデザイン。競技のデザインとか言ったりしますがね。デザインとは、の答えで言う、後半部分のですね、設計に基づいた見た目を作り上げるという部分。これに対して、広い意味でのデザインというのが、これが考察設計の部分ですね。対象を観察し、問題を発見し、問題の本質を掘り下げ、解決のための設計を行う。見た目に入る前にですね、そもそもどういう問題があって、誰に対して何をアプローチすべきかということを戦略的に考えていくことで、話は戻るんですが、現場でしょっちゅう出てくる、デザイン的にこの色どう思いますとか、ここはデザイン的に丸い方がいいですよねとか聞くたびに、僕は、違うんだよなと思うんですが、いちいちさっき話したデザインの定義から説明すると、毎回打ち合わせの時間がむちゃくちゃオーバーするし、本当はダメなんですが、デザインイコール衣装、スタイリングとして聞き流すことが多いですね。なのでそういう時は、自分的にはデザインって使わずに、表現面でのデザインとか、見た目のデザインとか、狭い意味でのデザインですよということがわかるような、示すような言い方にするようにはしています。これは後々の講義で話していくんですが、同じデザイナーという名称がついても、例えば自分のいるウェブの業界のデザイナーで言うと、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーでもいいんですけども、っていうと、いわゆる狭い意味でのデザインを取り扱うことが多いですね。対照的に最近いろんなところで耳にするし、実際引っ張りだこになっているのが、UX デザイナーと言われるもの。いわゆる広い意味でのデザインを取り扱うことが多いです。その中間ぐらいに UI デザイナーという役割とか、IA、インフォメーションアーキテクトという役割があったりするんですが、その話はまたおいおいしていきます。さて、デザインの意味、デザインには狭い、広いで2種類あるというお
話をしたんですが、自分的にですね、昨今のデザインを取り巻く人々に対してとても危惧していることがあります。15年から20年ほど前に、僕が学生時代なんかを考えると、デザインって言うと、いわゆるかっこいいもの、美しいもの、洗練されたものというような、狭い意味でのデザインという認識しかなく、世間一般にもほとんどのデザインに対する認識が、狭い意味でのデザインだった記憶があります。しかし、前回の講義でもお話しした通り、デザインの取り扱う範囲っていうものはここ15年ほどでどんどん広がって、見た目をきれいにするスタイリング、いわゆる狭い意味でのデザインだけではなく、課題を解決するための設計、課題を発見すること自体も、どうやらデザイナーはできるということが分かってきて、それによってさっきちらっと出てきた UX デザイナー、とかいう職種も脚光を浴びるようになったんです。要は広い意味でのデザインができるデザイナーが価値を持つという時代になってきてはいるんですね。ごめんなさい。ちょっとまた、深い話になってきてるんで、中級的なレベルの話になっているんだったら恐縮なんですが、ここで僕が危惧していることとしては、広い意味でデザインをしないといけない。広い意味でのデザインだけすればいいんだ。それ以外のデザイナーは無能だとかいう風潮ですね。今のちょっと極端な言い方なんですが、現場にいるとひしひし伝わってくるんですが、いわゆる表現的なデザインだけする人っていうのは、結構肩身の狭いシーンっていうのが、ただ、出てきているんですね。ただですね、絶対間違ってはいけないことが、狭い意味でのデザインだけできるデザイナー、もしくは広い意味でのデザインだけができるデザイナー、どっちが正しいですかと聞かれると、これはどっちも間違ってますね。今世間のニーズは圧倒的に広い意味でのデザイナーが多いですが、狭い意味でのデザイナーは必要ない、もう生きてはいけない、AI にとって変わられるみたいな話っていうのが、出てきつつあるんですが、それはすごく危険な考えだと思っています。僕の考えとしては結論ですね。両方必要ですね。当然領域はあまりにも広いため、両方マスターしていなければいけないということではなくって、両方の知見が必要だということです。どっちかしかわからないというのはおそらくもうデザイナーとしてはちょっと生きていくのは困難でしょう。狭い意味でのデザイナーが必要な理由。サッカーで言うと、彼らはゴールを決める役割だからですね。仕事で言うとエグゼキューションって言ったりもします。広い意味でのデザイナーっていうのはあくまで中間でパスを出す役割。当然このプレイヤーもめちゃくちゃ大事なんですが、しっかりとゴールを決める。最終的に素晴らしい表現に落とし込んで、その製品やサービスを市場に投入する役割っていうものが、絶対必要なんですね。それがないと市場の反応が見えない。戦略だけでは机上の空論で終わってしまいます。ごめんなさい。まだ初心者からすると面白くない内容になっているかもしれないんですが、要するに、いわゆる世間一般で認知されているデザイン、狭い意味でのデザインっていうのも、デザインの一部であり、それを突き詰めていくこととても大切であると。しかし、それだけでは不完全で、広い意味でのデザイン、また別の講義で詳しくは述べますが、考察、設計といったジャンルまで踏み込まないと、デザイナーとしてはもう今後成立しなくなっていくよというお話でした。ちょっとね、まだ難しめの話が入ってきてしまったんですが、またこれはすごく大事なことではあります。はい。では今回は以上になります。またお会いしましょう。もし面白いと思う方がいれば、登録の方お願いいたします。ではまた。